中高では酒は飲んでいたけど、親鸞や薬を使う人をバカにして見下していた。性格は楽天的で友達も多かった。ちょっと悪さもしていたので、親はその辺は分かっていた。でもまさか薬を使うとは思っていなかったと思う。自分でも思っていなかった。両親と関係が悪いわけじゃない。会話するし、ご飯も一緒に食べる。人に気は使うけど、その人がどう感じているかまでは深く考えていない。つまり何事も人に謝らなくていいように持っていければいいと思っていた。間違いを認めたくない。気が小さい。だから自分のことを見るのは嫌だった。使い始めたのは高校を出てから。バンドをやっている先輩が大麻を吸っているのを見てかっこいいと思った。仕事をして酒飲みに行って時々大麻を買う生活。酒の上での失敗はたくさんあった。今思うと自分の飲み方は他の人とは違うと感じる。26歳で嫁と知り合ってすぐに結婚。大麻がバレたけど、大麻は無害と嫁を説き伏せて公認ですって言った。タンスで大麻を栽培もしていた。親と同居して夫婦の部屋には勝手に入ってこないが、親もおかしいと思い始めた。麻薬やってるんちゃうかと聞かれたこともあるけど、そんなわけないやろと答えた。大麻は悪くないと思っていた。結婚してすぐ子供が生まれ、親の会社で働き出した。子供が生まれたらもう羽目を外せない。しばらくして自分の生活を退屈と感じるようになった。平凡は退屈。無責任だと思うが変化が欲しかった。会社での立場があるし、夫、父としての責任があるはず。それが分かっていたら退屈なはずがない。子供がいたら普通は可愛がるのに、とにかく平凡な生活が嫌だった。ある日、ドラッグの本を立ち読みして興味を惹かれ、後輩から手に入れた。一発でハマった。そこから覚醒剤のことばかり考えるようになった。ご飯を食べなくなって体は痩せていく。2ヶ月くらいしておかしなことを言い出した。家に誰かいる、盗聴器がある。親はおかしいと思っていても薬とは思っていなかったと思う。嫁にはバレていた。嫁は自分のそばにいる人でどこにも行かないと思っていた。軽く見ていた。会社の昼休みに外出していた僕に嫁から電話があった。会社の僕の上着から注射器が出てきて、父が僕はどこにいるのかと聞いていると。僕はすぐに会社に戻ると答えたけど、戻れない。親は絶対薬はしないと思っているからすごいショックだったと思う。それを受け入れられない。怒られるのは嫌。親がショックを受けている顔を見るのが嫌。帰らんとこ、どっか行っちゃおうと思った。薬を使い始めて2、3ヶ月経った頃からいつかやめなあかんとは思っていたが、今はまだその覚悟がない。知り合いに電話してしばらく置いてくれと頼んだ。ずっと薬を使っていた。時々家のことを思い出す。毎日注射して、こんなことが一体いつまで続くんかなと思っていた。これを考えると終わりがない感覚になる。ずっと続くような。二度と家族のとこに帰れないかもと思うと涙が出てくる。でも帰れない。何ヶ月か経って嫁とは連絡を取るようになった。サラ金で金を借りて返してないから家に督促が来ていた。嫁に父が帰ってこいと言っている。借金のこともあるし家に帰ってこないかと言われた。情けない。合わせる顔がない。でも言ってもらった時でないと帰ることもできないと思ってやっと帰った。久しぶりに帰った家はよその家みたいだった。それでもやっと帰れたことに少しほっとした。会社でも両親に肩身の狭い思いをさせたし、体を休めて薬を抜いて元気になったらやり直そうと思った。でも数日後、家を抜け出して使う。母は僕を見張っているようになり、僕が風呂に入っている間に僕の服をチェックしていたこともある。せっかく家に戻ったけど、前より使うようになっていた。その頃の僕の口から出ることはすべて嘘。家族が僕のことを心配しているとは考えられず、なんとか薬を使うことを考えていた。悪いとか申し訳ないと思えなかった。そのうちこの家で生活するのは息が詰まる、しんどいと言って近所のマンションに引っ越した。嫁と子供は一緒に来て当たり前と思っていた。親も寂しかったと思う。嫁や孫を可愛がっていたから。家の中の雰囲気は薬のせいで良くなかった。周りもだんだん離れていった。寂しいと分かっていなかった。使うのに忙しくて家族の気持ちにも気づけなかった。
マンションに引っ越した後は意地もあってしばらく薬を使っていなかった。でも2ヶ月して酒でベロベロになって薬を手に入れてまた使い始めた。当時トラック会社で働いていたが、あちこち回って最後の得意先で無線機が盗聴されていると言ったので、その会社が僕の会社に連絡した。迎えに来た上司は僕を会社まで連れて帰った。会社にはドライバー全員が集められてて、そこに父と嫁もいた。社長に今から警察に行ってもらうと言われた。一瞬逃げようかと思ったけど、周りを囲まれている。父と嫁も呼ばれている。何より疲れていた。今度はこんな騒ぎになって。使うのに疲れた。それで警察へ。シンナーを吸っている連中のことをバカにしていたのに、なんで今こんなことに、と留置場で思った。子供のことを思い出して涙が流れた。警察に行ったら辞められると思っていたし、真面目に働こうと思った。裁判で執行猶予になり、事情を知った人がバイトで雇ってくれた。でも4ヶ月でまた使ってしまった。絶対辞められへんと絶望した。結局使うんや。使うと嫁と子供の顔が見られない。嫁も辛いけど、嫁の実家には帰れないから自分の実家に帰った。逮捕前より状況はひどくなった。今思うと使っている時はどの場面も寂しかったと思う。本気でやめられない。家族もどうしていいかわからなかったと思う。ある時高速で事故を起こし、家に帰ってそのことを嫁に話したら、嫁は最近のあんたしんどそうと泣いた。心配をした知人に紹介され保健所に行き、NA のチラシをもらい NA に行った。なんやこれはと思ったけど、帰り際に来週も来てくださいと言われたから翌週も行った。その数ヶ月後に大阪ダルクに。自分でもやめなあかんと思っていた。大阪ダルクに何度か通ったけど、やっぱり帰りに使ってしまう。使うと家族にもわかる。それが当たり前になってきていた。NA やダルクに通いやすいからと大阪に引っ越してからもそうだった。ダルクに行ってからもやめられない。やめなあかん。でもどうせやめられないとどこかで思っていた。京都ダルクに来てから15年の間に何人もの仲間が結婚して子供を持った。シラフになってからそういうことができることが羨ましい。子供には悪いと思うけど、子供が小さい時のことを覚えていない。世話をしてこなかったから。今は幸せに暮らしている。親にもこれまでのことを話して謝った。嫁には感謝。なんで嫁は逃げないのと言われたことがあったけど、逃げるわけないでしょと思っていた。嫁はもうあかんと思ったことも何回かあったと思う。頑張ってくれていた。今は人が僕のことをどう思っていたか考えずにいたことを申し訳ないと思う。助けてくれる人はたくさんいたけど、やってもらってよかった、嬉しいがなかった。自分の人生に価値があると思えていなかった。40歳から自分の人生が値打ちあると思えてきた。捨てたものじゃないと。それが初めて感じた変化。並行していろんなことが変わってきた。今いろんなことを僕はしてもらうし、僕もする。感謝すること、感謝せなあかんことがたくさん。今僕は平凡を求めている。